ず三角の先をカットしてきちんと折りたたんだ状態で一回表に返して目打ちを結構 G ジャン市販されてる G ジャン見ると腕は縦の地の目使ってカフスの部分は横の地の目に法政バー補正はやっております。はい。やってます今度。これずっとフレーズ変わらないですね。画面が変わらないです。変わらない。で、僕のじいちゃん、この間中小機構の方からメールが届いて、中小機構の U っていうサービスを去年ぐらいに始めたらしいんですよね。これ何かっていうと、はい、日本の優れた商品を世界へ広げるプロジェクト U ですっていう。販路拡大のサイトというかサービスというかでそこでいろんな商品が日本の工芸品とかもいろいろあるんですけどでその U の企画でこのボタンダウンのジャケットを紹介したいと今年度は From Our Home to Yours A Pleasant Life with Japanese Products というテーマで特集を組むこととさせていただきでいい機会なんでこれを塗ってる様子とか商品の特徴みたいのを動画で撮ってみようかなと今度友達が来るんでその撮影してる動画一つ作ってみようかなと面白いかなと、楽しみです。そんな大したことないかもしれないです、はい、チラッと映るだけかもしれないんであれなんですけど、はい、まあなんかいいファッファみたいなファッファ法政バーはい、ここから先は私の作業風景をナレーションで説明していきます。でこれはまず G ジャンのパターンを探しているところですね。で、改めて自己紹介なんですけれども私太郎と申しまして、岡山県の小島というところで G ジャンを作ってます。でそもそも私が G ジャンを縫い始めたきっかけなんですけれども高校の時に G ジャンを着始めて好きになって長く着ていくとなんかデザインでなんかこういうのないかなって思うことが増えていったんですね。でそれと同時に G ジャンって定番のデザインが多いなと思ってで特にリーバイスのサードモデルの焼き直しが多いなともっと自由なデザインがあってもいいのにと思っていろんなお店で探したんですけどなかなか自分の欲しい G ジャンが見つからないとでそもそも G ジャン専門ブランドみたいなのがなくって、だったら自分で作っちゃおうかなということで仕事を辞めて岡山の小島に移住して今こうやって G ジャンを塗ってます。で、素人の状態から始めて今で、3年目になります。小島の方々にいろいろ教わりながらなんとかやっております。で、生地にパターンを置いて、マーキングっていうんですけどできるだけ無駄な生地が出ないように配置していきます。これから、先ほど研いでおいた手のみで生地をカットしていきます。この手のみっていうのを使うと何がいいかっていうとローリングカッターとかハサミと違ってチョークで印を生地に、印をつけないで直接パターンの際をカットできるということで、時間短縮につながってあとは2枚以上一度にカットできるんで何着分も同時に縫う時とかはやっぱり楽ですね。あと左右両手が使えるとなんかもう体を移動する手間が省けるんでそういうメリットはいろいろあります。ただパターンも一緒にカットしちゃうことも、僕の場合たまにあるんで、あとは手を怪我しやすいっていうのもデメリットというか注意点ですね。あと手のみを作る職人さんがもう高齢でだいぶ引退されたり亡くなってらっしゃるんでほとんどいらっしゃらないのが難点です。で、カットされたのがこの状態です。はい、縫っていくんですけどまずは襟とか見返しとか小さいパーツを、くっつけていく。はい。でこれは襟の先を出すところですね。
最初綺麗に襟先の三角を出すのは苦労したんですけど、時間かかったんですけど、そうですね、厚い生地だと三角に出すのがちょっと難しくって、で結局自分の場合はどうしたかっていうと、まず三角の先をカットしてきちんと折りたたんだ状態で一回表に返して、目打ちを先の尖った目打ちを三角の手前から先っぽにかけて刺して、で頂点あたりのところで目打ちの先をグイッと外に押すと綺麗に出るようになりました。はい、でこれは洋服の、そうですね、背中の首から下のところを洋服っていうんですけど、洋服にダーツを入れてます。はい、ダーツ入れないと首の下がポコって盛り上がっちゃうんで、はい、入れてます。でまとめてアイロンをかけます。意外とこのアイロンって縫製を諦めるポイントだったりしませんかね。すごい熱いんですよね、アイロン。私も最初嫌だったんですけど、慣れればなんてことないんですよね。1週間か2週間ぐらいで慣れたんですけど、はい、はい、でも女性って熱いの強かったりするんで、案外縫製業に女性が多いのってそういうのもあるんじゃないかって最近思ってます。あとこれは厚紙に1センチとか2センチ幅の印をつけたもので、これを使うと縫い代が、1センチの縫い代が多いんですけど、これがピタッと合わせられます。こういうのも、細かいんですけど、あると全然違いますね。生地の端っこのところから1ミリ、2ミリ、3ミリ、際のところを縫うのをコバステッチっていうんですけれども、これは襟を3ミリのコバで縫ってます。ジーンズだとコバって言ったら2ミリが多いんですけど、自分は3ミリにしてます。そうですね、接触する端っこの部分って糸切れやすいと思うんで、できれば間隔空けたいなと思って2ミリより3ミリにしてます。はい、でこれは襟の根元のところなんですけど、ちょっと分かりますかね、これ、生地を5ミリくらいずらして仮止めしてます。一回こうすることで襟をつけた時にくるっと回りやすくなったんで、こうやるようにしました。はい、これは胸ポケットです。私のジージャンは、肩玉縁のポケットにしてます。ジージャンだったりシャツだったりはパッチポケットっていって上から縫い付けるのが多いんですけど、自分は、できるだけパッと見た感じをシンプルな形にしたかったので肩玉縁にしてます。でも、デニム生地が厚かったりするんで、綺麗にポケットの形を出すのが、難しいですね。はい、もうハンマーで叩いたりとか一つ一つアイロンで、アイロンしたりして、なんとか形を作ってます。で、これもちょっと地味なんですけど、そのポケットの口布のところに縫った日の、年2019年とか2020年とか、あと月ですね、1月だったら10ジャヌアリーの JN を刺繍してたりします。僕ジージャン着ててこれどのくらい着てんのかなって思った時に、そういう縫い始めた日を刺繍しておけばいいかなと思って、これ縫ってから1年経ってんのかとか2年経ってんのかとか、そういうなんていうか誕生日みたいな、そういう感じで刺繍してます。あとポケットの口なんですけど、微妙に斜めにしてます。最初水平にしてたんですけど、斜めの方がちょっとかっこいいよねって言われて、確かにそうだなと思ってちょっと斜めにしてます。で斜めにしてるんですけど、分かりますかね、このデニムの綾の目が
そのポケットの口布と身ごろとで揃ってるのが分かりますかね。はい、でさっき言ったようにそのポケットが斜めになってるんで、それに合わせて少し斜めに、なるように裁断して、最終的にこうやってアイアン目が揃うようにしています。はい、ポケットができたんで前身ごろができました。あと次腕ですね。これは巻き縫いって言って、ジージャンとかジーパンとかに特徴的なミシンで、ここの巻き縫いを使うと生地をカットした部分を隠すことができると。折り伏せ縫いに近いんですけど、それを一発でやってくれるミシンです。特にジージャンは巻き縫いばっかですね。はい、で少し慣れが必要なミシンなので、縫製工場でも巻き縫いを任されてる方ってそれなりのポジションなんじゃないかなって思います。はい、はい、これで左右の腕ができました。次は、背中です。背中も巻き縫いオンパレードで、はい、で、ジージャンについてなんですけど、やっぱりジージャンブランドが探しても見つからなかった理由って、やっぱりデニムといったらジーパンなんですよね。ボトムスの方でジーパンの方が流通量が圧倒的で、お店に行ってもジージャンコーナーってもうこじんまりとしてますもんね。しかも季節問わず着られないというか、ジーパンだったらもう年中履いてたりするんですけど、ジージャンは夏着ないですからね。で東南アジアとかでもあんまりジージャン着ないはずです。だからそもそもニッチなんで、大手のアパレルメーカーさんっていうのはあんまりその尖ったデザインで勝負しにくい、アイテムなんじゃないかなと思います。はい、背中ができました。次は前身ごろをつけていきます。これも巻き縫いですね。ここは首にかけてのラインがカーブかかってるんで、そこがちょっと巻き縫いが難しいところです。巻き縫いは直線は簡単なんですけど、カーブで出すのは難しいんですよね。はい、できました。で、はい、ミスったらこうやってやり直しですと。でもチェーンステッチはほどきやすいんで、やり直しがしやすいですね。はい、さて、身ごろと腕をつなげます。はい、この肩の巻き縫いが本当に難しくて、小島でですね、毎年ジーンズ縫製実践講座っていう、そういう講座がありまして、初心者の方でも講師の指導によってジーパンが1本縫えますよ、1本っていうか2本3本縫えちゃいますよっていう講座があって、私もそこに受講したんですけど、その講師の方に教わりました。はい、できてます。はい、あとは脇も巻き縫いでやります。巻き縫いはこれで最後ですね。脇の、一番生地が重なるポイントが脇下のところなんですけど、これは結構苦手で、私はいつもお店で売られてるジージャン見るとついついここを確認しちゃいますね。皆さん綺麗に縫られていて、はいはい、次は見返しをつけていきます。襟もここで見返しと一緒に縫い付けます。で、私のジージャンは首が少し上がってるんで、襟も大襟も大襟がいらないんですよね。で、そもそもなんで首のところをヒュッと上げてるのかっていうと、スタンドカラーの襟が好きだったんですよね。学生服の爪襟みたいな。ただそれだと襟先の根元なんていうか、首の喉仏のところがどうしても生地が重なっちゃってボテってしちゃうなと思って、襟元のところはなんもないスッとした状態がいいなと思って、ベトナムの民族衣装でしょうかね、青材みたいな感じにしたかったんですね。で、結局スタンドカラーの襟と身ごろをくっつけた形にしたのがこのデザインになります。はい、これは、裾の見返しですね。
ジージャンっていうと、裾の部分は帯をつけるのが通常なんですけど、帯だとどうしてもその横のラインが強調されちゃうので、なんていうかもう縦のラインで統一したかったんで見返しをつけるようにしました。で、三つ巻きにしてもいいんですけど、三つ巻きだと洗濯して乾かした時にデニムが縮んでくるっとカールしちゃうんですよね。で、三つ巻きの幅を広くして1センチから3センチに伸ばすと、今度はこの裾のカーブ、ここの曲線のところがうまく縫えなくなっちゃうんで、なので面倒なんですけど、見返しをくるっとつけてます。あと、ちなみに見返しはですね、下半分のところはデニムの裏面を使うようにしてます。これは色移りデニム しちゃうんで、その色移りをなるべくしないためですね。例えば白いパンツを履いた時にジージャンの裏面もデニムの表面だったらインディゴが映っちゃうんで、そうならないように、裏面の下のところはデニムの、そのインディゴじゃない方、裏面の方を使ってます。これは見返しのカーブのところをハサミでカットしてアイロンをかけて、縁の部分をぐるっと、3ミリコバをかけていきます。この3ミリコバのところで針が脱線というか、縫い目がずれてしまうことがあるんで気が抜けないですね。これはこういう風に、生地の厚みが重なっているところをハンマーで叩いたりして厚みを減らしています。で、見返しの部分は見返しの裏の部分の内側は2ミリのコバでステッチしてます。これはカフスですね。腕の、手首のところですね。ここは3ミリコバステッチです。ここのカフスの部分がジージャン着てると一番糸が切れやすいなと思ってて、だからというのもあってコバは2ミリじゃなくて3ミリにしてます。ちなみにこのカフスの部分のデニムの綾の目も腕とカフスで同じ縦の地の目で揃うようにしています。結構ジージャン市販されてるジージャン見ると腕は縦の地の目使ってカフスの部分は横の地の目に使ってるところ、結構あるんですけど、私はやっぱり腕とカフスは一直線で地の目を合わせてつなげた方が、手がシュッと、特にデニムが色落ちした時は、一直線に見えて、シュッと見えるかなと思って、こういう地の目を合わせてます。これはボタンホールミシンです。ボタンホールを縫うためだけのミシンですね。ちなみにそういうミシンがあるっていうこともこっちに来て縫い始めて初めて知りました。ちなみにこのミシンメーカーさんに聞いたら小売価格だと200万円くらいするそうです。私は今ここの小島産業振興センターっていう、インキュベーション施設に入居していて、で入居するとこういったミシンが24時間365日使えるようになって、で家賃も1万円台から2万円台3万円までかなありまして、さらに立地もよくって駐車場があって JR の小島駅から徒歩2分程度の駅近でもう申し分なくて、ここまで環境が揃っている施設っていうのはおそらく全国的にもないんじゃないかなと思います。もしその個人でアパレルをしたいとか、自分のデザインした服を作りたいとか、そういった形で起業したいとかいう方がいらっしゃったら、もうぜひここの小島産業振興センターにいらして入居して、創業されてみてはいかがかなとお勧めいたします。
興味がある方はホームページからお問い合わせください。これは缶止ミシンですね。これは補強するためのミシンです。片玉縁のポケットだったりカフスの、腕の切れ目の部分、力がかかってブチッと切れそうな部分はこうやって缶止のミシンを使って補強してます。でジーパンももちろんそうなんですけど、デニムってその一着布にミシンが何台も必要なんですね。さっきのボタンホールミシンだったり缶止ミシンだったり平縫いミシンだったり、だから趣味で洋裁やられてる方も多くいらっしゃるんですけど、デニムを縫う人は多くないですね。これだけのミシンを揃えるのはもちろんお金かかりますし、スペースもいるし、騒音問題みたいのもあるんで、であとメンテナンスには近所に相談できるミシン屋さんも必要ですし、なかなかそのデニムを縫うっていうのはハードルが高い分野じゃないかなと思います。その環境を整えるっていう意味でですね。はい。で、これはボタン付きですね。前中心の前縦のところは 17mm、襟のボタンダウンのところは少し小さめの 14mm のタックボタンを使ってます。で、はい、糸積みをして完了ですと。はい、いかがでしょうか。こんな感じで私普段 G ジャンを縫ってます。G ジャンを縫ってみたいと思ってる方がいらっしゃったら、こういう縫い方もしてる人がいるんだなと参考になればと思います。これは宣伝になるんですけど、私の G ジャンはミンネとかクリーマーでも、ハンドメイドサイトでも販売しておりますので、もし興味のある方は、そういったサイトを概要欄に、URL を載せますので、もしよかったら、ご参照ください。以上です。ありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白い、役立ったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。